曰く、坂の上のお屋敷には2人の魔女が住んでいる。外の天気同様、ロビーも灰色に曇っていた。設計者の思考によるものか、このエントランスは電灯を可能な限り排除していた。天井は2階まで吹き抜け、明かりになるのはその高い天井にある窓から差し込む日光と月光だけだ。雨の日は夜明け前のようにほの暗く、月のない夜は冷たい暗黒星のようにあらゆるものが途絶えている。憩いの場となる今はこのロビーのすぐ真東だが、その前に自分の部屋で着替えなくては落ち着かないと青子は階段に足をかけた。壁に沿った階段は一旦2階のホールで終わっている。3階の屋根裏部屋まではホールの裏側に回らなければならない。と言っても青子はこの2年間屋根裏部屋を利用したことはないが、不穏寺邸は大まかに東館と西館とに分かれている。青子に曲がりが許されているのは館の東部分だけだが、それも2部屋で2部屋で事足りる。開けた途端絵本の世界に閉じ込められるドアや、過去5年間物置になっている屋根裏部屋などを使うまでもない。東館の長廊下の奥が青子の部屋だ。青子は下宿の際、そう広くない部屋を選んだ。遠慮したのことではなく、単に掃除の手間を省いただけである。部屋には大きめのベッドと愛用のマホガニー製の机、洋服ダンスと上着が整列する収納ダンス、それに9段の本棚を2つほど。実家から運び込んだ荷物はそれだけ。青子が16年培ってきた彼女の照明はいざとなればその程度に短縮できてしまったらしい。あとは隣の部屋にこれからの自分用の部屋を借りておしまい。そうだ、アリスにもらった見張りと壊れてないかチェックしないと。今朝方までの徹夜の成果を確かめる。壁一枚を隔てた書斎は先ほどの青崎と青子の生活とは全く別の、まだ1年足らずの彼女の人生を示すものだ。それまでの彼女のためでなく、これからの彼女の証明になる巨人には立ち入れない一人の世界のはずなのだが、うわ、壊れてるどころか跡形もなく消え去ってる。やっぱ自己流アレンジはまだ早かったか。いいわよ、笑いなさいよコマ撮り。平気ででくつろいでいたコマドリが飛び去っていく。才能は人並み、努力は惜しまず、失敗は恐れずに。それは時に楽天的にさえ見える青子の自由奔放さだった。制服から普段着に着替えて1階に戻る。
階段を降りて東側の扉を開けると、地下室のように暗い廊下が続いていた。この廊下は外に面した窓がないだけに、電灯がなければ真っ暗だ。スイッチを入れて明かりをつけ、青子はすぐ近くの扉を開けた。電気のない生活か。想像したくないな。今は彼女の趣向で現代ライクな作りに変更されている。豪奢な模様の入った壁、威厳に満ちた大きなソファー、ペルシャ製の高級絨毯、城の一室めいた空間に空気を読まず不釣り合いな30インチのテレビジョンが鎮座している。テレビは裸の王様のように精一杯の虚勢か。ごめんなさい。精一杯の虚勢を張ってソファーたちを従えていた。洋館の持ち主は嫌がったが、この取ってつけた缶こそ庶民である青子には必要不可欠な憩いである。下宿を始めてすぐの頃、これで同居人と一戦争あったが、今ではお互い納得の文明危機になっている。なんだ、人のことは言えないか。うちも案外時代錯誤な家だった。なんとなく愉快な気持ちになって青子はお茶にすることにした。今と壁一つでつながっている台所でお湯を沸かし、ティーポットと鍋を用意して万全の準備で紅茶を入れる。ボスンとソファーに深々と沈み込む。紅茶を一口、それから二口。時計の針に耳を傾けながら、ああ、今日は午後からどうしようとぼんやり思って3口目。柔らかなソファーの感触にどこまでも沈み込んでいきたい衝動に駆られた頃、青子は目をパチパチと瞬いてクッションから体を起こした。夢でも妄想でもない。いつの間にか目の前に一人の少女が座っている。さして驚かず、青子はティーカップに指を当てた。入れたばかりの紅茶は完全に冷めきっている。寝てた。テーブルの向こうの少女に問いかける青子の声。ええ。少女は視線を上げず関心なさげに答えた。声を上げなければ、あるいは美しい人形と見間違えるだろう。その少女はソファーに座り、古い本を読んでいる。細い手足と日の光を知らぬ白い肌。憂いがちな趣は人間らしい意志を感じさせない。青子より濃い、混じり気のない黒髪。冷たい色をした瞳はしずしずとページへ視線を落としている。修道女を思わせる国威は彼女の通う女学院の制服だ。その暗さは少女によく似合っていたが、青子に言わせれば似合いすぎてよくないらしい。さながら一枚の風景画。初めからそういう形で生まれてきたとさえ思える現実感のなさ。
うつむく彼女の首の白さは同性の青子でさえ見とれるほど美しい。この少女こそ幽霊屋敷に住む2人のうちの1人、クオンジ・アリスという名前の青子と同い年の同居人。私どれくらい寝てた？1時間と少し。ここで眠ると風邪ひくわよ。アリスは関心なく答えるが、いつものことなので青子は気にしない。柱時計を見てみると、針は午後7時を回っていた。2時間ほど眠っていたことになる。思い返せば散々な一日だった。徹夜明けで疲れた体が寝入ってしまったのも無理のない話だろう。起こしてくれてもよかったのに、せっかくの紅茶が冷めちゃったじゃない。私が来た時はもう冷めてたわ。でしょうね。行ってみただけよ。青子は冷め切った紅茶を一気に飲み干す。暖房の貧しいクオンジ邸では、その冷たさだけでも寝ほけた頭を目覚めさせるには十分だった。こうなるとフォートナム&メイソンも何もないわね。おかえりアリス。玉の贅沢もあんた抜きじゃ閉まらないってことかしら。今日は薬日か天中殺か。ちょっと早いけどお参りってのも十分ありかもね。毒を食らわばさらまで的な玉砕精神でと肩をすくめる青子。それで何があったの？同居生活も2年近く続けばお互いの様子に気がつくらしい。青子は青子なりの、アリスはアリスなりの問いかけをする。顔も上げず問いかけてくる同居人に青子はきっぱりと現状を報告した。まず謝らなくちゃいけない。昨日徹夜で完成させた例のあれ、意味がなくなっちゃったのよ。ちょっと目を離した隙に沸騰しすぎて壊れちゃったみたい。そうならないよう循環のコードを 2,3 本外したり縫合したりしたんだけど。いやー参ったねと他人事のように青子は言った。どういうこと？今朝休養が入って学校に呼び出し受けたの。そこで転入生の世話を押し付けられて一日が無残にも消費されちゃって、帰ってきたら跡形もなく消えてました。怒る？アリス。別に青子の器物破損にいちいち怒っていたら一生分の口論をすることになるでしょ。代用品はあるからまた一から始めればいいわ。それより怒ってるのはあなたの方じゃないの？今日はいつになく鋭い。こういう時涼しい顔をして本当は怒っているのが青子なのだ。それはともかく、この転入生っていうのがひどくずれててね。すごい山奥で暮らしてたらしくて、こっちの常識が通じないんだから。三問以下って言葉があるけど、あれって本当のことなのね、アリス。名前を呼ばれてアリスは顔を上げた。もともとアリスからの同情なんて期待していない青子はさらに口調を早めて愚痴をこぼす。初対面から尺に触るやつだったけど、教室を案内した時なんか失神しそうになったわ。そいつ教室で教師と1対1で授業を受けるもんだと思ってたらしいの。それはそれでまだ流せる。許容範囲よ、あの程度の冗談は。で、私が簡潔かつ丁寧に教室の何たるかを教えた後で、そいつなんて言ったと思う？それで青崎、他の教室は何に使うんだ？ですって。教室に他も何もないでしょ？なんていうか、そいつは少しでも説明を怠るとそのままで納得しちゃうのよ。何も疑問に思わないというか、想像力が欠如してるっていうか、想像することに慣れてないっていうか。まあ
一度言ったことはちゃんと分かってるっぽいからバカってわけじゃないんだけど。あなたが人を批評するのは珍しいわね。そういうダメな人、気にするたちだったの？みじんたりとも気にしないわよ。けど明日からどんな間違いをしでかすのかちょっと心配なだけ。そう、心配なのはその間違いの後始末が高い確率で自分に回ってくるからに違いない。多分そうだと思う。そうでもなければ今日一日を費やしてくれた今日一日を潰してくれた転入生を気に病む理由が見当たらない。とにかく変なやつなの。案外アリスと気が合うかも。三問一回はいい言葉ね。けどその人物とは気が合う前に会うこともないでしょうと視線だけで少女は語る。それに青子はでしょうねとだけ答えた。ところでアリス、さっきから何読んでるの？霊的進化論の二次創作、スピリチュアルダイアリのまがいもの。ああ、スウェーデンボリー。そんなの今更読んでも仕方ないんじゃない？新書なら退屈だけど、これは義書だから。彼の欠点と長所を劇的に褒め上げている。よくできた冒険小説のようよ。立ちはだかる秘密組織の名前がカントとか気が利いているわ。筆跡はあなたのおじいさんのものだけど。へえ、あの人そういう趣味まであったんだ。割とユーモアがあったのね。惜しい人を亡くしたわ。もうこの世にいない祖父を懐かしむように青子。あなたのおじいさん、夏に便りをくれたけど。よしてよ、死んだものと考えたいのに。ふうとため息をついて青子はソファーに思いっきり寄りかかった。クッションにガタが来ているのか、背もたれと一緒に青子は床に寝そべる形になる。話は戻るけど、寝そべっている青子にアリスはちらりと視線を投げた。美しいな。ソファーに埋もれた青子の体はなんだろう。死体のように動かない。から漢字が読めない。ソファーに寝そべった青子の心境は少し乾いていた。アリスは無言で自分を責めている。それを思うと今日一日の新鮮な出来事も次第にみずみずしさを失っていく。アリスの無言の責めを無視すれば話はここで終わってくれる。二人はこのまま席を立ち、今日のミスをうやむやにしたまま明日を迎えられるだろう。しかし、青崎青子はそういう真似ができない人間だ。いいわよ。何？青子は倒れ込んだままアリスに問う。今日できなかったのは少し痛いわね。だから反省してるって。学校優先は一人前になってからでしょ。ならいいけど。無機質なアリスの声に青子はギリと歯を噛んだ。彼女の言いたいことは分かっている。何より青子自身がよく分かっている。学園生活の外面と今の生き方の折り合い。現代に隠れ住むというけれど、その隠れ方が半端だとアリスは言っている。つまり彼女の沈黙が語るところは、覚悟を決めろって言いたいのよね、あんたは。今日の失敗はそれほど大きいものじゃない。この予感と学園生活を計りにかけて、たまたま学園に重きを置いてミスをしただけの小さな事件だ。ただ、今の青子の半端さを象徴する分かりやすい心の甘さであっただけ。アリスは関係ない。これは私が私で決めなくちゃいけないこと。
基礎はたった1年と半年。けれど予感は物心をついた時からあった。選んだのならいつか必ずその日は来る。なら自分の両親も道徳もいい加減根負けしている頃だ。よしと青子は勢いよく体を起こす。起きた先には無言で視線を向けるアリスのか細い美貌だけがあった。オッケー、アリス。来週中に決着をつけよう。それでいいんでしょ？ええ、青子がいいなら。それと似たような言葉をつい数時間前に聞いた気がしてブンブンと頭を振る。なんだって帰ってきてまであんな田舎者を思い出さなくちゃいけないのか。じゃあ下準備はよろしくね。私まだできないし。場所は例の公園でいい？妥当な線ね。あ、でももう一軒の方は？そっちの方が急務じゃない？時と場合、森に変化があれば教えるわ。そんな短いやりとりが終わると、アリスは膝に置いた本へと顔を落とした。両者にとって最も重要な話は終わった。あとは普段通り、それとなく気が合う同居人に戻るだけである。さて、とばかりに青子はテレビのリモコンを取って電源を入れた。アリスが読書しているので、自分はブラウン管に映るバラエティに途中参加しようとし、突然アリスがそんな声を上げて消した。見れば片手で口を押さえている。何か話そうとしてそれが意味のない話だと気づくと、彼女はすぐに口を閉ざしてしまう。その時時勢が間に合わなくて今のような仕草をすることが稀にある。確か前は「な」だったなと思い返しながら、青子は可憐な同居人に視線を向けた。何？テレビの音量を下げる青子。意志の強い目が猫のようにいたずらっぽい光を放っていた。どうということはないんだけど。ないんだけど？かわいい。アリスは言おうか言うまいか迷っていて、恥ずかしそうにそっぽを向いている。こういった時の彼女の表情は温かみがあって、なんだか歯がゆいくらい好感が持てた。多分今のアリスを見れば彼女の父親もその名前がぴったり似合っていたと思えるだろうな。今日帰ってくるときおかしなものを見て誰かに話そうと思っていたんだけど。青子はうんとうなずいて先を促す。つまらない、本当に意味のないことよ。けどどう考えてもそんなことをする理由がわからない。青子、人間ぐらいの大きな猫がひょこひょこ出前をする理由ってわかる？一瞬青子はまたアリスの冗談になっていない冗談の類だと思った。いや普通は違う。けれどアリスは真剣に悩んでいる。アリスのユーモアセンスに0点をつけたのは青子だが、これは0点にしては割とロマンがあるので、やっぱりアリスは見たままのことを話しているらしい。その話には2つぐらい信じがたい部分があるけど、1つずつ論破していい？いいの。私もからくりぐらいは思いつくから。ただ理由がわからないから聞いてるの。わざわざ精巧な猫のぬいぐるみを着て出前のてんやものを届けに行くことってそんなに簡単かしらね。難易度以前にそれをやる人間の常識性を疑うけどね、私は。青子の言葉にアリスも少しうなずく。まあ世の中いろいろあるから、私たちみたいなのもいれば、下界から遮断された山奥で暮らしていたやつまで10人十色よ。私だったら
見かけたら声かけて理由を尋ねただろうけど。その言葉にアリスは少しだけ顔を背けた。暮れゆく住宅街にさまよう出前猫か。背景が夕焼けだったらファンタジーだったでしょうに。で、今日の夕飯どうする？せっかく話が出たし、私らもてんやものにしようか。出前好きな青子が危機としている。この館において夕食は当番制でも何でもなく、気が向いた方が2人分用意するという実にアバウトな方式が採用されていた。下手をすると1週間夕飯なしが続くという展開もあるが、2人にとってはこれが一番居心地がいいのだ。料理の手間を惜しんでか、それとも単純に出前が好きなのか。今夜のような展開は珍しくもなく、結果三崎町の食事処からこの館は要注意扱いされていた。決まって夜遅く、人気も途絶えた夜8時過ぎにこんな坂の上まで来いというのだから、彼らの憂鬱も当然である。時間は8時前。ギリギリセーフね。私今月がいいな。あそこの月見そば最近ご無沙汰だったし。ポーカーのカードのように並べられた店々のお品書きを取り出し、まだ見ぬ夕食にご満悦の生徒会長。そんな幸せそうな青子を一目もせず、アリスはさらりと返答する。悪いけど、私夕飯済んでるの。この言葉で青子の体は凍りついた。出前物は最低2品。つまり共同者がいなければ運ばれないのだ。たった一品のそばで人を呼びつけるようなお姫様に世間は果てしなく冷たい。確かに。これは矢印書いて、ご丁寧に矢印書いてあるね。ああ、面白い。ここまで夜中8時半とかに蕎麦を運べと。無理だなぁ。ちょっとした登山じゃん。余談だが、実は坂の上対策として、来年から3品以上の注文のみ出前ありとする。なんて魔のルールが可決されつつあることを青子たちはまだ知らない。この裏切り者だから帰ってくるのが遅かったのね。帰宅部、学校までバス徒歩込みで片道20分のあんたがなんで5時以降に帰ってくんのか考えるべきだったわ。しかし悲しいかな。その時の青子は自分が眠ったことにも気づかないほど寝ぼけていたのだった。ああ、ひどい女。そういう時は残された一人のためにお土産買ってくるのが暗黙の了解だったのに。私だってこの前の外食の時はアリスの分も買ってきたじゃない。どこまで本気なのか不明なのだけれど、青子はそれなりに怒っている。何しろ朝は空腹で目が覚め、電話で呼び出されて以来紅茶しか口にしていない。これでお腹が鳴らないのは奇跡に近かった。まあそれはそれで自分が悪いとして、ついでに別件としてさっきいじめられた反撃とばかりに青子は一気にまくし立てて、この前ってあれのこと？あなたが都心に出向いた時、夕食にお寿司を食べてきたのに、お土産はなぜかコンビニエンスストアのビニール袋だったって話？やぶへびだった。何よ、買ってこないよりはマシでしょ。真実は時に隠蔽すべきね。アリスの視線は冷たい。すごいな。確かにあの時黙々とコンビニ弁当を食べるアリスの横で回るお寿司の話をしたのは失敗だった。だが新しいもの好きな青子にとって近頃オープンしだした回転寿司という料理について考察する欲求は抑えられなかったのだ。
正直なのも場合によっては罪になる。わかった。わかりました。じゃあ今回のは前のと帳消しってことでいいわね。これといった否定の意を示さず、本に視線を戻すアリス。肯定の意も示さなかったのが少し怖い。仕方ない。今日は薬日だし、おとなしく台所に立って料理の腕を磨くとしましょう。誰に言うのでもなく立ち上がる青子。あ、聞き忘れてた。アリス、どこで夕食済ませたの？ピタリと本のページをめくる手が止まる。ここまで青子の話をしながら読書していたけれど、それももう限界と本は閉じられた。アリスは本を片手に立ち上がると、スタスタと居間を横断。扉に着いたところで青子へと振り向いた。聞きたい。まあ、なんとなく。迫力に押されて遠慮がちにうなずく青子。アリスは何でもないことのように、その猫が余ったメニューをくれたのよ。簡素に答えて居間から立ち去っていった。夜中、洋館を歩いていると不思議なことに遭遇する。洋館に漂う霧や、増えたり減ったりするドア。絨毯の手入れをする小豚っぽい姿を見かけたと思えばこのように。サンルームに向かっては書き消える。鳥たちの羽音を聞いたりもする。何事？大抵のことは見ざる聞かざるな宗十郎も今の羽音は聞き過ごせなかった。ああ、そうか。これこういう感じか。はい。じゃあ一旦ここで切りますわ。ごめんなさいね。ごめんなさいね。オープニングがなかったもんで、ここからちょっと話すそのタイミングがなかったんで、そのまま続けましたけど、どうも、はい、こまみれです。はい。こちら、魔法使いの夜という、作品でござんして、うん。ものすごく、もう名作中の名作なんですよね。はい。まあ、ものとしてはもう10年くらい前になるんか下手すりゃ。怖いね。怖いね。もうそれくらい前に発売した作品なんですが、まあこれ本当にね、語ることがあまり少ないんですよね。うん、あまりというかものすごく少ないんですよね。語ることが。どうしてっていうと、語らずとも本当に丁寧に、そして美しく、語ってくれますんで、作品が全てを。だからわざわざそのユーザーから補填することってあまりないんだよね。うん。いや、本当にいい作品でしてね。まあ、今までのこの序章というか、俺を見てもらう、序章って言ったら変やけど、このさっきの部分まで見てもらったら分かったと思うんですけど、その音楽だったりとか、こういうね、なんかなんて言うんだろうな、絵の入れ替わり、立ち替わり、動きなんていうのを見せることによって、さっきのほら、晩飯の件とかも分かりやすかったよね。一気にそのさ、音とかそういうのを使って、会話のトーンとかを使って、その空気が変わったじゃないですか。一瞬パッと。ね、一つ。そこら辺のすごい、なんかその情緒というか、うん。そこら辺がすごくて、うん。当時からね、もう大絶賛というかさ、やっぱりね、このアドベンチャーゲームっていうこの形っていうのは、どうしても、背景と人物がおって、こういうメッセージウィンドウがあるっていう、形態が、もうそれが当たり前なんですよ。むしろそれが基本というか。なんですが、
そのね、アドベンチャーゲームの中で、じゃあ動画を使うっていうと、それはアニメーションになっちゃうんですよ。静止画を動画にするわけだから、それはちょっとアニメーションチックになって、それはもうじゃあアニメでいいじゃんっていうことになるじゃないですか。そうすると、アドベンチャーゲームっていう矜持がなくなってしまうわけですよ。それをこうやってね、なんだろう、スクリプトっていうのかな、そこら辺の詳しいことはわからんけど、そういう場面転換とかをきれいに組んで、こうやって見やすくするっていうものがあったわけですよ。で、今これね、人物説明とかも全くない状態でこれ来たからさ、あれだけど、この総重量っていうのが、はい、例のさっき青子が言っとった転校生です。はい。ちょっと前にね、チャプターのなんか7の EX って書いてあったじゃないですか。真ん中の方に、ちょっと細字で見にくかったかもしれんけど、これが、その、チャプター7のエクストラエピソードというか、そういう感じになるんでしょうね。実際これ本編の、その、基本的に体験版って本編の前半とか、とある部分だけを切り取って流れで見ていくっていうのがあるんだけど、そうじゃなくてこれに関しては、場面場面を見せることによって、なんかそういうね、この作品というのがどういうものかっていうのが、見てもらえたらなっていう、多分意図があるんじゃないかなってのは思いますね。こういう作り方っていうのを。はい。ちょっと長々と語ってしまいましたが、はい、ごめんなさいね。はい、だから、そうだな。あまり語りたくもないんだけど、まあ、この、宗十郎、静木宗十郎って言うんだけど、彼が、この家の3人目の、まあ、とあるいろんなことは吸ったもんだがありまして、まあ、これチャプター7だからさ、チャプター1、2、3くらいでちょっといろんなことがありまして、このね、久遠寺邸の屋根裏部屋、最初説明がありましたよね、青子の時に。屋根裏部屋にこの居候するっていう形で、ここに住まうってことになったのはこの宗十郎ですね。で、これは館に来て間もない頃ですね。しおりを挟む。しおりを開く。ボイスを再生。でもあれですね、本当に申し訳ないなって思うのは、やっぱりこのプロの声優がこのフルボイスで声を当てたことによって、俺みたいなやつがこのね、声にならないそのト書きの部分を読むと、ね、読み間違いもあるしさ、すげえ申し訳ないなって気持ちになる。すまねえ。すまねえ。じゃあちょっと続けていこうか。1話や2話の話ではないのだ。10羽単位の鳥がサンルームに突撃したとすれば、窓ガラスとて無事では済むまい。いても立ってもいられず、宗十郎はちりとりとほうきを手にして走り出した。将来の小獣と根性か、精一杯の自己防衛か。今日の授業でたまたま。皆さんも部屋の整頓は心がけてくださいね。人間の自制心って環境に流されるらしいですから。ほら、それまで犯罪の少ない町だったのに、一つボロボロの家ができただけで近隣住人がみんな自堕落になるというあれ。環境への無関心さがすさんだ精神を作り上げるとか眉唾ですけど、正直なところブームだからって盗んだバイクで走り回ったり、学校の廊下の窓ガラスとか割って回っちゃダメですよ。先生の仕事が増えますから。あ、そうだった、説明不足やった。ブラウン管のテレビとかもあると、今の若い子たちってわからんよね、ブラウン管のテレビ。そうやった、そうやった。この作品の舞台が1990年代の、中後半ぐらいになってます。なんでまだ液晶テレビとかそういうのが全然世間に出る前のお話でござんす。はい。時に校内暴力がある種の若者にとってのステータスになっていた時代の話である。窓が割れると心が荒れる。宗十郎はなるほどと今日聞いた話を反芻する。割れ窓理論を聞いていた彼にとって洋館内のモラル低下は放っておけない。同居人はすでにして十分なほど凶暴だが、これ以上横暴さが増しては何より本人のためにならない。また学校でよからぬ噂が流れてしまう。我らが生徒会長の名誉を守るため。
ひいては実害から自分の身を守るため、宗十郎はサンルームの掃除に向かったのだが、うんこの通り、サンルームには鳥の姿はおろか、鳴き声さえありはしなかった。あら。中庭を望むテーブルには、午後のお茶を楽しむ青崎青子とクオンジャアリスの姿のみ。宗十郎ソナー検知で18羽はいたであろう鳥の気配はどこにもない。今ここに鳥が来なかった？アリス、見た？さあ、もう見えないのならいないということでしょう。だって、いないよ、鳥。宗十郎ですら感じ取れるすがすがしいまでの嘘である。そんなバカな。さっきの羽音は聞き間違いではない。元野生動物の生態については一加減であるのか、宗十郎は急ぎ足で窓まで移動し、ますます眉を曇らせた。これもちょっと一応ね、からくりがあるんですよね。窓ガラスには鳥の跡はおろか、羽の一枚すら落ちていない。夕食、鳥鍋？鳥を探す宗十郎を見て、なぜその発想に行き着くのか。あいにく今日のバイトは魚屋さんだ。イワシでよければ土産にするけど。イワシか。私、あのパイ嫌いなのよね。いえ、むしろイワシのパイとか食べたことないのよね。青子の一人芸はこの時代ではあまりに高度すぎたようだ。でも宅急便的なあれはニシンだったはずなんだけどな。宗十郎は窓ガラスから離れ、とぼとぼとサンルームを後にし、今まで幾度とあったアリスのよくわからない視線を感じた。なんだいアリ。何か聞きたいことでもあるのだろうかと声をかけ、あいった。そんな宗十郎の頭部に青い流星が直撃した。流星の正体は言うまでもない。かわいい。洋館に出没する謎のコマ鳥である。チチチチチッと高高くコマ鳥は訴える。実のところ、宗十郎に激突するこれこそが洋館の七不思議、その最たるものだった。アルバイトに向かう途中、多くの人々とすれ違う。まだ都会慣れしていない宗十郎にとって駅前通りの人の流れは圧巻だ。誰一人として同じ服装や歩き方の人間がいない。ここまで人が多ければ似たような外見の人間がいそうなものだが、ただの一人もかぶっていない。多種多様な街のにぎわいに子供のように感心してしまう。いや、宗十郎は目を閉じて反省した。こんなことで感心しているようじゃまだまだ田舎者だとため息をつく。ちょっと、青信号で突っ立ってられるの邪魔なんだけど。何柄にもなく黄昏てるんだか。とややセンチになっていた背中に聞き覚えのあるトゲトゲしい声がかけられた。なんだ、
マッドベアに行く途中だったんだ。私はコンビニのバイト。こっちは5時からだけど。しずきは？同じく5時から。くまりはどこか寄るところでも？本屋に寄った帰り、読みたかった本がなくなってたから仕方なく出歩いてたところよ。なるほど。時間を持て余しているところも同じだね。声をかけてきたのはバイト先の知り合いでもあり同級生でもあるくまりこじかだった。声をかけてきたというよりは因縁をつけてきたという表現の方が正しいのだが、やっぱそのさ、ちょっと余談を挟むけどさ、やっぱね、そのアリスとかね、青子みたいな、まあその超魅力的なキャラクター、メインキャラクターがおる中でさね、やっぱ他にも魅力的なキャラクターっていうか人物はいっぱいおるのだけど、なんかね、そのなんだろうな、ビジュアルとかをまあ抜きにして好みだけど、性格的な意味で言えば小鹿が一番可愛いの。その良さも分かってほしいな。本当になんかね、まあ正直この世界観というかさ、まあ全く分からん人からしたら何のこっちゃってあれかもしれんけど、まあタイトルがほら魔法使いの夜なわけですから、まあそういうお世界なわけですよ。その中でいてやっぱりこのね、くまりこじかっていう人物っていうのはなんだろうな、どことなく一般人ではあるんだけど、やっぱりこっち寄りでもあるしっていう、そのね、そんなわけのわからんこの世界の中でもしっかりと個性が立っとるね。これは本当に製品の輪を手に取ってほしいんだよな。くまりは宗十郎にとって初めての先輩でもある。最初のアルバイト先で知り合い、21を間違え続けたことからコンビニには向いてないからやめろと本気で軽蔑され、なぜか最後にこっちの方があなたに向いているとマッドベア中華飯店を紹介してくれた人物だ。何その無理やりの顔。なんか元気ない。いつも以上にイラッとくるわ。あのとこうまいよね。階層の立ち絵とここの表現を合わせるとかさ、そこら辺のね技術のそのすごいのよ、とにかく。しずきのいいところなんていつもピシッとしてる背筋ぐらいなのにみっともなく丸まってるし。もしかして悩みとかあるの？マッドベアにタチの悪い先輩でもいるとか。それなら話ぐらいは聞いてあげるから。言ってみたら？態度こそ厳しいもののくまりの目は真剣である。都会育ちのくまりにとって千月宗十郎という人間はその全てが尺に触るらしいが、それはそれとして彼女は宗十郎を対等の知人として捉えている。バイト先を紹介してくれたのもそういう彼女の生真面目さゆえだった。いや、別に悩みとかそういうんじゃなくて、不思議なことがあったというか、珍しいものを見たというか。どう説明すべきか考えながら宗十郎は要件だけを口にした。マッドベアには何の問題もない。商店街の魚達と同じくらいいい職場だ。そういった仕事の話とは全く関係なく、最近青い鳥によくつっつかれるのだと。鳥につっつかれる？何それ、小さい悩み。でもまあ青い鳥っていうのは確かに珍しいわね。いや、珍しいのは外見の話じゃなくて。うまく説明できず言いよどむ。あの鳥のでっぷりとした外見や鳴き声を人語でどう表現したものだろうか。綺麗な青色といったらマウンテンブルーバードだけど、日本にはいないわよね。青いツバメだったらいるかもしれないけど。いや、ツバメじゃなくて丸っこいんだ。
図鑑で調べたんだけど、どうもコマ撮りっぽいけど。青色のコマ鳥は存在しない。しずきは縁日の青ひよこって知ってる？知らないわよね。いい、そう面白い話じゃないから忘れて。それよりそのコマ鳥って1羽だけなの？ああ、1羽だけだ。つがいは見当たらない。突然変異だとしたらちょっとかわいそうね。生まれた時から最後の1羽だなんて。孤独にも程があるわ。どんな鳥かは知らないけど、次に見かけたら優しくしてあげたら？自販機で10円を拾うぐらいの幸運は運んでくれるかもよ。くまりの言い分は優しさあふれるものだが、あのコマ鳥につつかれる宗十郎としては何ともうなずきがたいものだった。そもそも孤独なんてあのコマ鳥に最も似合わない表現ではないだろう。いいじゃない、小鳥1羽ぐらい。そりゃ都会で鳥につつかれるのは珍しいけど、いい方の珍事よそれ。これがゴミ袋を漁るカラスの大群だったら困りものでしょうけど。そういえば他にも気になることが。くまりの言葉から宗十郎は不穏じて鳥集団失踪事件を思い出した。あの鳥たちも不思議といえば不思議すぎる。実は今あそこに見える丘に住んでるんだけど、出るんだ、大量のムクドリが頻繁に。そのくせ街に出ると見かけない。当たり前でしょう。街じゃ鳥なんて見かけないし、あそこは山だから動物は多いんじゃない？それよりあなた、あの山に引っ越したの？前のアパートは引き払ったって聞いてたけど、学校まで通うの大変じゃない。なんだってあんな偏僻なところに。ちょっとした成り行きだよ。それに通うのは大変じゃない。大変なのは中の話なんだ。街に出るまで徒歩30分。近場のコンビニエンスストアまで40分はかかる立地条件だが、宗十郎にとって交通の不便さはそう問題ではない。問題は住んでいる建物の人外魔境っぷりである。すまない。それはくまりに話すことじゃなかった。それより今の話だ。町には鳥が少ないと言ったけど、どうして？単に環境に適応できなかったのよ。何？鳥の話には随分と食いつくわね。しずき、動物好き？どちらかというと好きな方だけど。そう、私は嫌い。そんな私に鳥の話とかしてほしい？くまりの言葉は矛盾に満ちている。動物嫌いという彼女がなぜ先ほど鳥には優しくと口にしたのか。そうだな。嫌いなだけで苦手でないのなら知ってる範囲で聞かせてほしい。痛いとこつくじゃない。いいわ、バイトまでの時間つぶしにしてあげる。でもこの会話だけでわかるでしょ？なんかその良さというか、このね、人間味っていうのかな。やっぱりこれ創作物だからさ、やっぱそのね、作者がこう喋らせたいと思えばそう喋るんだけどさ、ね、こういうね、物語の登場人物、創作物の登場人物なわけだからさ、それなんだけど、なんかすごいリアルな人間としての、すごいなんか、生々しいっつったらちょっと言葉語弊があるかもしれんけどさ、生きた会話というかさ、その会話の要所要所にさ、感情とかさ、さっきの矛盾の点もそうだったけどさ、ね、そういうのが垣間見えてさ、すごいなんかその、ただ単にもうテキストを追っているだけじゃなくて、ちゃんとした人間の会話を聞い取る風だから、ものすごくいいなんだよね。さっきの続き、環境に適応できるかできないかってところからね。お、別のチャプターだ。A の
星の運びは今日一日を労働に捧げるべしと告げていた。具体的に言うと庭の掃除。宗十郎にとってこれ以上あれを放置しておくのは精神衛生上よろしくない。幸いアルバイトのシフトは丸一日オフ。彼にとって今日はまたとない好機だった。あのシーンか。なるほど。分かっとるな。ちょっと今からちょっとネタバレは絶対せんけど分かっとるな。さっきのねくまりのパートも聞いていただいたら分かったと思うけど、もうあれだけで大体そのパーソナルな面っていうのが分かるじゃないですか。この子はどういう子なんだろう、この人はどういう人物なんだろうっていうのが、うわー、このシーンを体験版に入れてくれるかありがとう。なんかちょっとありがとう。タイプムーンさんありがとう。ちょっと交互期待。今からちょっと進めていくから、なるべくそうやな、でっかくそれを感じてほしいから、ここからちょっと雑談は入れないようにしましょう。はい。しかし洋館の庭は本気で広い。荒れ放題なのは中庭だけではなく、館の正面玄関周りですら手入れが行き届いていなかった。本気で掃除をするなら1週間単位で計画を組まなくてはいけない広さがある。よし、まずは地ならしだな。理想は1日で成し遂げられるものではない。今日は雑草の除去だけに専念しようと宗十郎は決意を新たに荒れ屋に踏み出した。朝も早くから館の周りの雑草を引き抜いていく。計算によれば午後までには玄関付近、中庭、裏庭をぐるりと一回りし、一休みできる予定になっていた。どうしたの彼。さあ、草摘みが趣味ってわけじゃなさそうだけど。正午前のサンルーム。アリスが本を片手にやってきた時、先客である青子は優雅に紅茶を飲みつつファッション誌を読んでいた。窓ガラスの向こうにはしゃがみ込んだまま後退していく人影が一つ。朝からやってるみたいよ。起きてカーテンを開けたらもうあの格好でスパスパやってたから。ついでに焼却炉の掃除も言いつけといたけど、いいでしょ？いいけど頑張るのね彼。外はあんなにも寒いのに。アリスは静かに腰を下ろした。テーブルには彼女の分のティーカップも用意されている。アリスはポットからカップに紅茶を注いで持ち込んだ本を開く。二人は無言で時間を過ごす。青子もアリスも気まぐれに部屋で休むのだったらサンルームでお茶にしようとやってきただけだった。談話のネタもなく夜に備えての役割分担もすでに済んでいる。青子は雑誌をパラ読みしながら基本的には窓の外の風景を眺める。アリスはルーン魔術に関する書物に没頭しながら時折思い出したように顔を上げる。ティーカップに口をつけ、二人は申し合わせたように窓の外に視線を送った。手伝う気など爪の先ほどもないのか、少女たちは他人事のように庭職人駆け出しの動きを観察する。宗十郎の動きは緩慢ではあるけれど、なぜか作業は迅速にこなされていた。と青子が視線をそらすと対面の相方と目が合った。アリスは取り繕うように書物に視線を戻し、しばらくした後もう一度顔を上げて、
ポホンと咳払いをして読書に集中しようと目を伏せる。アリスが驚くのも無理はない。藤十郎は30分も経たないうちに中庭を横断して、あれほど見苦しかった雑草をきれいに片付けてしまったのだ。謎の庭師は休憩も入れず白い息を吐きながら中庭から退場していった。立つ鳥後を濁さずどころの話ではない。プロかしらね、あいつ。青子はその一部始終を見届けてぽつりとつぶやく。あまりにも迷いのない別人の作業だった。よくできた映画を見た気分にすらなって、青子は関心を通り越して宗十郎の無駄な芸達者ぶりに呆れている。一方アリスは顔を上げて時計を確認していた。焼却炉、今から手入れをしたら夕方ね。そっちはもう終わってるわ。朝上から見てたもの。壊されちゃいけないからあれこれ指示出してね。いやー、窓開けて散々となったから部屋が冷えること冷えること。青子が今にやってきた理由は自分の部屋が冷え切ってしまったからと推測される。部屋から指示をするのと外で掃除をするのとではどちらがハードか言うまでもない。しずきくん、何か言ってこなかった？言ってたけどよく聞こえなかったわ。つまり宗十郎の文句は一切聞かなかったということか。ですが気をつけてお嬢さん。日の当たる話ばかりではありません。この先は真相に近い夜の領域。では魔女の一日を語りましょう。お、別だね。次はなんだ？トライアル 1.5 の3。ああ、なるほど。そこか。おはようございます。午前0時を確認しました。前回更新より24時間経過。バックアップ開始。レコード送信。周囲の地形をスキャンします。大気成分、窒素異常なし。酸素異常なし。アルゴン異常なし。二酸化炭素異常なし。第5仮説要素。異常、異常、異常。あり。周囲の時空連続体に齟齬を確認。第一種危険物との遭遇と断定。視覚領域を主観から客観に変更。自律回路を予備電源に。計測回路を主電源に変更。カメラを赤外線計測から虚数線計測に変更。では、これより戦闘行為の記述を開始します。主よ、どうか我が身を守りたまえ。三崎市には森が多い。都市開発は進んでいるが、郊外には未だ深い自然が息づいている。物知りな樹木が伐採され、暖かな腐葉土が開かれ、不思議そうに首をかしげる小鳥たちが消え去っても、真に力のある緑は生き続ける。文明の光が彼らの培ってきた年月を侵すほどの強さになるその時まで、
神秘の領域としてあり続ける。この森もその一つ。手つかずのまま郊外に放置された三崎町と三崎岡のボーダー。今では住処を追われた獣たちが細々と暮らす。地方都市ならどこにでもある至ってノーマルな帰らずの森である。ヘイディドディドダキャットダフィド。俺が思っとるところじゃなかったな。 1.5 ってことはこれ多分新規だろ。これ多分新規に書き下ろされたやつっていうか追加されてる要素じゃないかな。だって 1.5 くらいだったらあそこ。森にはすでに冬が到来していた。カミソリのように肌をそぐ冷気。膝元までにじり寄る氷の気配。露出した頬はこわばり、吐息は白い雲になって消えていく。気温にして摂氏1度。寒波は森全体に大地や木々、獣たちに染み渡る。高くちゃんとバダムダリドドクラフト。昼の森は人々を立ち入らせず、冬の森は獣たちすら眠らせる。その夜気は亡霊の息そのものだ。漂う夜気だった。ごめんね。月明かりを飲み、一寸先の崖を隠し、迷い込んだ哀れな生贄を破滅させる。聞こえるのはかすかな風音と川のせせらぎ。ここは命を感じさせない無休の闇。獣はおろか人の息などあるはずがない。だが、その中を行く不釣り合いな国威があった。金の海に迷い込んだ小舟のようなあまりにも小さく弱々しいシルエット。頼りげな足音が響く。頼り投げなか。木々のベールを抜けるのは紛れもなく年若い人間の少女である。To see such cleft under dish run away with the spoon。 来たぞ来たぞ。いるぞいるぞ。誰が誰と誰が？お腹は減ったの？お腹は鳴ったさ。どっちが食べる？どっちも食べる。君は左手、お前は右手。歓迎しないと。感激しないと。何しろようやく楽しいお客。ついでにお腹と脛骨も。せっかくだからよく噛まないと。木々の影が不気味に笑う。幻聴か錯覚か、あるいは本物か。少女の歩みに合わせて寄り添う影がパタパタはしゃぐ。さあ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 。もっと奥へ、もっと奥へ。ところでダイスは細工済み？お腹の重いローデット。端っこかじったエッジワーク。どうでもいいけど肝心要の6の目だけは出さないように。少女の眉がかすかに歪む。ここの部分は取るはず。見たことある気がする。聞こえるはずのない声。いるはずのない獣の気配に怯えるように。まさか。つく結ばれた唇には微塵の恐れもありはしない。少女の歩みは自らの意志によるもの。恐怖があるのならそもそも足は進ませない。木々の奥。やけに隠れながら見つめてくる2体の人影に少女はきちんと気づいている。見たぞ見たぞ。来るぞ来るぞ。もう諦めろ。もう帰れない。あんなに教えてあげたのに。よそに消えないお前が悪い。
少女の歩みが止まる。うごめいていた二人分の声も止まる。小川のせせらぎが焚き火のハゼ音のように聞こえる。そして、くるぶしほどの小さな川の向こうに、あっちはおろか、この森にすらあってはならないものが現れた。こんばんは。話のわかる人はいる？やっぱここだよな。少女は平然と語りかける。二人の口先男は、下牛のようにじりじりとにじり寄る。そう。ただの墓守。監視だけが仕事なのね。失敗したわ。これなら青子に任せればよかった。ああ。けど。一方の口先男は立ったまま。もう一方の口先男は我慢できないとばかりにぐらりと体を傾かせる。青子にはまだ荷が重いわね。そんな姿だけど。あなたたちは一人前の魔術師のようだし。国威が動く。少女の右手には、夜なお深いガラスの猫。夜なお深いガラスの猫。こぼれたものは小さな警戒と脈略もないそれだった。二体の口先男はこの時、ようやく自らの意志を表し、さようなら、お客様。きっと一瞬だろうから。お別れだけ言っておくわ。その言葉に彼らは明確に戦慄した。そもそも彼らには耳と口と脳がない。だから言葉なんて必要ない。彼らにとってあるのはこの瞬間だけ。恐怖も期待も心ものない彼らにとっては起こり得ない希望でしかない。なのに彼らは予感したのだ。たった今、そしてこれから身の毛のよだつ奇跡が自分たちをめちゃくちゃにする。さあ、ごっこ遊びをしましょう。お人形さん。白い森に鐘のような歌が響く。森を凍らせていたおかんがカンパが少女の声に吹き消されていく。そしていやいや、ずいぶん待たされた。さあ、赤ずきんの登場だ。ディドルディドルの幕が開く。一方、口先男は混乱して少女へと襲いかかる。一方の口先男は恐怖から後ろへと走り出す。水しぶきを上げ少女に寄りかかる奇形の人間。少女は知っている。この口先男の両手はハサミで、心は高に。捕まえた子供を容赦なく胴体から真っ二つにする悪魔だと。トゥイードル。お任せお任せ。ようやく出番だ。あらよったん。飛び出した子豚は隣のように1メートルほどのぬいぐるみが息の合間を踊りながら進む。こんな会議を前にしても口先男に問いはない。男の両腕が上がる。長いコートの底から現れたのは人間の腕ではない。刃渡り50センチを超える凶悪なデバソード、デバ包丁か。今まで多くの獲物を切り裂いてきた両腕が飛び交う子豚たちを正面から両断する。
裂け男の手足が凍る。切られた小豚の体が割れる。ガチン。頭から骨とまで立たれた小豚はこのまま巨大なワニの口になって口裂け男の腕に噛みついた。文字通り肩口までの丸々である。それだけで男から全身の自由が消失した。走るおぞけ。これは小豚の使い魔ではない。小豚の形をしたホッチキスの化け物であることを口裂け男は瞬時に理解した。捕まえたのはダムでした。捕まえたのは D だってば。あーでも残念、ご主人様は無口で無情で無関心。結局どっちの手柄も同じこと。 London Bridge is broken down, broken down, broken down. ありえないと再三口裂け男の気配がささやくつぶやくだった。これは何だ、これは何だ、これは何だ。喋る小豚、それはいい。肩口まで食いつかれた腕、これもいい。一瞬で森を覆ったあまりにも濃密な魔力の波、忌々しいが素晴らしい。しかしそれらは別段驚くに値しない。希少な魔使い魔、猟奇的な攻撃、他を圧倒するテンポの魔力、そういったものは彼らにも覚えがあるのだ。何しろ彼らの雇い主がその類の偉人である。しかしどうするどうする、いつまで放置。手足一本まばたきだって贅沢だ。お支払いは面倒でもできればポンドでお願いします。これは何だ。器物でもない、生物でもない、魔術回路によって動くクリーチャーですらない。噛まれた箇所は両腕だけだというのに全身が動かない。金縛りや衰弱とはまるで違う。まるで自分が本に書かれた文字になってしまったような、もうどこにも行けない感覚。この口裂け男とて、その奇形が示す通り、幾度の怪異を超えてきた。幻惑、魅了、強制、氷結、死老、果ては魔眼の最奥である石化まで。薬物から魔術、多くの戒めを経験した彼は叫ぶ。これは違うものだ。今彼を縛る戒めは、血液、筋肉、酸素、熱量とは別の法則。どのルールにも当てはまらない未知の束縛。ああ、口にするのもおぞましいが、まるでこの世のすべてと乖離している。London Bridge is broken down, broken down, broken down. London Bridge is broken down, my fair lady. 左右の肩口に食い込む気分。彼はこの形として生まれてから初めて怒りの意志を得た。基準は絶対でなければならない。いかな真理、いかな危険な怪異の法則ははい。これらはそんな彼らの矜持を無視するものだ。さあ3日で衰弱、6日で溺死。半年経てば惨めな骸骨。でもご無礼。面倒だから今殺そうか。おい。口のない者が憤怒の叫びを響かせ。うげっ。
に自分の腕を外せる気候。おお、お前こそ三国一のものの不要。おしゃべりな子豚たちは小川に落ちた。フンヌの音は自ら両肩を破壊した炸裂音。両腕を失ってなお口裂け男は少女へと走る。役立たず。後でお仕置きが必要ね。もはや切り刻む腕はないが、彼には最大の悪意が残っている。睨んだ者の心臓を射止めるのだ。心筋を拘束させることのみに特化した武術回路。シンプルではあるが、だからこそこの至近距離で放てば回避は不可能な死の勝負となる。不幸なことに彼には目しかなく、 Build up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build up with wood and clay, my fair lady. 少女の歌が違うものになっていたことに最後まで気づかない。それにとって大地を震わす導きは星を払った程度のものでしかない。流々と湧き立つ緑の時、乾く何百年という時をはみ、電動のチェーンソーすら弾く歌詞の形。下には色とりどりの絵の具で落書きされたアースっていうのが違う。の文字。ところどころ間違ったお約束に過ぎない綴りではあると思う。この姿こそ水プロ、あるいはオーリンダウン、またの名をグレートブリッジ。あまた異形に称賛される4つの奇跡の最初の一歩。テムズ、もう一体のお願い。少女の言葉に巨人は答えない。地に根を張った緑の巨人は一歩も動かず、その左腕を天に掲げる。光線と同時に逃げ出した口裂け男は夜の森をひた走っていた。相手を記録し記述すること、これが彼が己に課したオーダーだ。住み慣れた森を全力で逃げる。有事の際は一体が敵に挑み、もう一体は撤退し雇い主に報告するのが彼らの戦術だった。森をかけること、逃げることだけに機能を特化させた口裂け男は恐怖に縛られながらも自身の勝ちを確信した。森で彼に追いつける者はいない。野生の狼ですら離されないよう追尾するのがやっとだ。パカッと地面を蹴る鳥型の足。定着者の偏った趣味なのか、走行のみに特化した場合、彼の足はこのように変形する。最高時速70キロ。二足歩行生物の限界を超えながら森を行く口裂け男。彼は数キロもの距離を取り、背後の安全を確認した。追ってくる者はいない。三日月型の口、いや目がと安堵に緩む。
そして前方に、体を向き直した時、彼は自らの死をも嘆く。ロンドンブリッジ is broken down, broken down, broken down. 彼方から聞こえるマザーグース。地面から伸びた無数のつる。アーチを思わせる怪異は花柄巨大な腕に似て、London Bridge is broken down, my fair lady. 最終報告。生還は困難、解析は困難、転送は困難、状況を終了します。はあ。主よ、どうかこの身を守り。済んだよね。お疲れ様。戻ってテムズ。次はもっと高価な場所ならいいのだけど。少女はきびすを返す。この森に工房を構えた外敵は消し去った。彼らが善悪どちらのものでどれだけの被害者を築き上げてきたか、少女には関心のないことだ。人間社会のしがらみに関心は持たない。それが純潔の魔女マインスターのあり方だ。僕たちは？ねえ、僕たちは？この腕抜けないんだけど。噛んだままだと僕らも動けないっていうかさ。ひどい。飛べない豚に用はないと。次はお役に立ちます、きっと。生まれてこの方、失敗続きの僕らだけど。壊れるまでに一度くらいは褒められたいね。少女はため息をついて小川に足を運ぶと、黒い手袋を取って細い指を氷水に浸した。6の目は出すなって言うけど、6の目しか出ないようになってるわよね、あなたたち。憂鬱なつぶやきに答えの声はない。あれほど騒がしかった子豚は影も形もなく、少女の手のひらには黒いダイスが2つだけ。少女は散らばった残骸に声をかけようとして、あと口元に手を当てお別れは済ませていたわね。目ぐらいは聞いておくべきだったかしら。白魚のような指が名残惜しそうに唇をなぞる。少女は2度目のため息をついた後、訪れた時と同じようにゆっくりと暗い森を後にした。おー、なるほどね。日々の話はここまでに。カメラを正しい始まり。本来のオープニングに戻しましょう。どなた様もご静粛に。大変長らくお待たせしました。魔法使いの夜、開幕です。こっから始まる？傲慢で貪欲で壊すことしか能のない私はきっと狼だ。顧みなく振り向かなくて気づかないまま胸を張り、一人になるならご愁傷様。いずれあっさり赤ずきんに殺されるのが定めでしょう。普通じゃない人。こっから始まるんか。マジか。
ボン。やっぱ一筋縄ではいかんな、魔法使いの夜。まあ10年も経ちはネタバレもネタバレし尽くしとるからな。でこのリメイクというか、リメイクに近いのかしら。フルボイス版で誕生させるということは、やっぱ視聴者というかプレイヤーを楽しませてくれるな。それは静かな朝だった。ベッドから覗く空模様が絵の具を塗りたくったような灰色。でも、温度計は6度前後と11月にしては容赦のない記録を叩き出していても、朝食時はとっくに過ぎていて、つけないことに空腹なんかで目を覚ましたとしても、こうして緩慢に眠っていられるだけで彼女にとって今日の朝は幸福なものだった。時計はとうに朝の8時を回っている。平日なら絶望的な時間、どうあがいても遅刻確定な状態だが、今日は創立記念日につき休校だ。おかげで久しぶりにのんびりと朝を過ごすことができる。繰り返すが、窓の外は陰鬱とした鋼色で、朝というより夕方を思わせる。お世辞にも気持ちいい朝とは言えない。が、つい3時間前まで夜通し起きていた彼女にとって、外の天気なんてどうでもいいことだった。今は何より眠気がすべて。ベッドでまどろめるなら気持ちのいい朝なわけで、外の事情なんて当局は一切感知いたしません。と、窓の向こうをシャットアウト。カーテンを閉める。再びまぶたを閉じて速やかに眠りに戻ろうと努力する。せめてあと2時間ぐらいは凡庸な夢を見ていられますように。眠気は十分残っていて、すぐに幸せはやってきた。意識は沈むように落ちていく。しかし、彼女のささやかな願いは容赦なく却下された。小さいくせに甲高く耳に残る。間違いなく電話の音だ。習慣のなせる技だろう。閉じたばかりのまぶたは彼女の意志とは正反対にパチリと開く。こんな日に限って。受話器は1階のロビーに設置されている。この部屋からは廊下10メートル分と階段1つ分け隔てた先だ。階段1つ分離れた先だ。寝不足の彼女にとってその距離は遥かと彼方の中間ぐらいに遠かった。電話の音は辛抱強く鳴り響いている。無視してしまえばいずれやむにしても、それができるほど彼女は自分に優しくはなかった。アリス出ないの？未練がましく同居人の活躍に期待してみたものの、すぐに諦めた。考えてみれば休日なのは自分のところだけで、同居人は丘の上の学園のお嬢様だ。とっくに学校に行っている。電話の根気強さは並ではない。そのあまりのしつこさに気持ち、ボリュームがランクアップして聞こえる。もうせっかくの安眠を。仕方なくベッドから出て軽く上着を羽織って彼女は部屋を後にする。寒。手を合わせてかじかむ指を温める。この部屋は暖房設備が乏しい。なので冬の気温は恐るべき難敵だ。曇りに曇った朝ならなおさらで、温度計を見なくても真冬並みの寒さとわかる。この屋敷はちょっとした山中山中にあり、周りはそれなりに深い森なので、夏より冬の到来が早いのだ。
長い廊下に無機質なコール音が反響していく。館内の調度品はそれなりに手入れされているものの、生活臭は感じられない。豪華さより寂しさが強く出ている。薄暗い朝の様子も相まって、幽霊屋敷に見えなくもない。ま、幽霊屋敷そのものだけど、だいたい2人で住むには広すぎるのよ、この家は。ホール数はもう30を超えていた。相手はよっぽど暇なのか、それともこの家の事情が分かっているのか。彼女は後者だと直感した。見上げた窓は憂鬱な色。自重しない電話の音を捕まえるように歩みを早める。多分、捕まえた瞬間に幸せな朝は泡と消えると予想しながら。ともあれ、これが一連の事件の最初の話。ロマンが足りないのはどうか多めに見てほしい。統計というか通説というか。物事の始まりは大抵こんな風に平凡で穏やかに回り出すものなのだから。これはまだ日々の時間が穏やかだった頃の風景。今より少しだけ初々しい、ある魔法使いの物語。
おー。体験版をプレイいただき誠にありがとうございます。続きは製品版でお楽しみくださいと。いやー。もうこのオープニングだけでもうなんかすごいよね。これがなんかなんて言うんだろう。アドベンチャーゲームっていうパッケージングであるっていうのが本当に当時感動したし、今まではやっぱりさ、どうしても従来のアドベンチャーゲームって、うちのチャンネルでも他の作品いっぱいあげてるけど、それが別に悪いってわけじゃないのよ。けどやっぱそれ以上のものっていうのはなかなか生み出されなかった時に、いやこのアドベンチャーゲームっていう業界もさ、アニメがすごい2010年くらいって2008年とかか、もうアニメなんかがすごいもうドカーンと来とる時でさ、何でもかんでもアニメーションっていう時代だったのよ。その中でやっぱこのね、アドベンチャーゲームっていうのがどんどんやっぱ衰退していくっていう中で、このアドベンチャーゲームの可能性というかさ、ここまでのことを毎回やるっていうのはさすがに難しいんだけど、それでいてもやっぱり、なんて言えばいいんだろうな、可能性っていうのを見せてくれたというか、すごい感動したんだよね。いいね。いやもうシンプル。最初に戻る。PV を再生。Nintendo eShop。なるほどね。いやー、楽しかった。すごい楽しかった。懐かしくもあり、楽しくもあり。いやー、いいっすね。体験版としては十分だったのではないでしょうか。物自体はね、まだ、発売は先なんですが、体験版をぜひね、ご自身でプレイしてみるのもいいですし、あと、来年だったっけ再来年やったっけ ?2024 年だったっけ映画ですね、劇場版でこの魔法使いの夜っていう作品をがっつりやりますっていうので、制作進行中なので、それも含めてね、見るのも全然いいと思いますし、すっごいね、素敵だね。いいな。懐かしい。ちょっと製品版、パソコン版もう一回やろうかな。ちょっと発売前に。テンション上がってきたな。いいですね。はい。そんな感じで、いかがでしたでしょうか。本当にね、やっぱこの製品版買ってもらうために私はこうやって、ね、その体験版実況をこうやってプレイしてるわけですから、ぜひ皆さんにね、気になった方は製品版を手に取っていただければなと思うわけですよ。はい。そんな感じで以上、お疲れ様でした。